こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、先週の仮想通貨投資商品全般、ETP の週間流出額がマイナス 7.2 億ドル相当になったのが注目されています。こちらは今年3月の4週目以来の水準となってまして、過去2番目に多い流出となっています。また各 ETF の純資産総額もですね、ビットコインで482億ドル、イーサで60億ドルとなってまして、イーサ ETF は過去最低水準となってます。米国の ETF の動向は2週連続マイナスとなってますけども、昨日の ETF の動向を見る限りでは、ビットコイン、イーサともに回復傾向となってますんで、ここから盛り返せるのか注目ですね。一方、香港の方はいつも通りビットコイン、イーサともにゼロとなってますね。あと、オンチェーンの方では、ワズイル X のハッカーが、またトルネードキャッシュで資金洗浄してるのが話題になっています。前回1週間前にも400万ドル相当のイーサを直接送金してたんですが、今回一つアドレスを挟んで約5000イーサ1100万ドル相当を送金してます。ハッカーのメインアドレスは未だですね、1.2 億ドル相当が残ってますけども、こちらも売り圧ファンダとして捉えられてますんで、今後の動向を注視したいところですね。ビットコインの価格は現在56,700ドルあたりを推移してます。まず先週から警戒されてたブラックマンデーですね。昨日の日本市場明け直後、日経平均は下がってるんですけども、その後盛り返してまして、結果反発した形で平常となりました。で、その後の米市場も同じような展開となってまして、注目指標の一つだった米卸売在庫7月の確保値がですね、日本時間の23時の時間帯に発表されてるんですが、予想の 0.3% に対して結果が 0.3% と、先週から懸念されてた米景気後退が若干和らいだと見られてかですね、これが発表された時間帯に米金利がさらに下がりまして、それ以降、米株各指数も反発と、通常通りの動きに戻ってます。結果的にブラックマンデー回避といったような展開になってますね。ただ本日の日本市場明け後ですね、日経平均はまた下へ向かってまして、ビットコインもそれにつられて動いているような形になってますね。米国債金利は 3.702 を推移しておりまして、ナスダックが 18,660、S&P500 が 5,474、ダウ平均が 4829、金ゴールドが 2,505 ドル、日経平均が 36,080 円、ドル円が 143.30 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.96%、額としては297億ドル相当、比率として全体ではショートが 50.3%、バイナンスミはロングが 61.3% と下寄りになっています。今後の指標としては、9月10日に失業率、ドイツ、ノルウェーの CPI、9月11日に大統領選テレビ討論会、米 CPI、9月12日に ECB 政策金利、米 PPI8 月、米新規失業保険申請件数などが控えております。で、その他各アナリストの見解ではですね、ビットコインの板がかすり始めてるから、そろそろ底打ちしたんじゃないかとかですね、ビットコインは回復してるけども、単体でのプラス要因がないとかですね、あと今月の FOMC の 0.50% の利下げに警戒しなければならないとか、トランプが勝ったらビットコインは9万ドルいくけども、ハリスが勝ったら3万ドルだとかですね、あと明日に控えたテレビ討論会と米 CPI がボラテリティを高めてるんじゃないかとかいう見解がピックアップされています。大統領選の勝利者予測は未だトランプがリードしてるんですけども、このテレビ討論会に関してはハリスの勝利予想が上回ってるんですよね。前回物議を醸したバイデン vs トランプの討論会もですね、その後の支持率に大きく影響してますから、こちらの結果にも注目する必要がありますね。ビットコインのチャートだけ見たら、先週末の 52,500 ドルから一時 58,000 ドルと、約 5,500 ドル幅の上昇となってますが、4時間足では完全にトレテンしたとは言えないような形になってますね。直近では明日、日本時間9月11日のですね、午前10時に予定されている大統領選のテレビ討論会、午後21時半に予定されている米 CPI ですね。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2340ドル、BTC 建ては 0.0412 と、先週末からほぼ変わらない水準となっています。先物の方では OI は全体でプラス 0.88%、額としては101億ドル相当、比率として全体ではショートが 53.5%、バイナンスミはロングが 71.1% と下寄りになっています。なんとかビットコインに食らいついていってるようにも見えますけれども、先ほど取り上げた ETF の状況も良くなくてですね、オンチェーンの方でも先ほどのワズイル X の件と、先週取り上げた財団のネガティブファンダもあってですね、
プラス要因が少ない状況が続いているのかなと思います。ただビットコイン同様、昨日から ETF の状況は回復してるんで、期待できるところとしたらそこくらいでしょうかね。チャートだけ見たら今年1月、そして8月5日のそこの2100ドル台で耐えた形となってますが、こちらも完全にトレテンしたとは言えない形になってますね。市場がイーサにお金を入れるような要因がですね、何か一つでも欲しいところですね。イーサの逆転があるのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。パンテラキャピタルとパラファイキャピタルがメタプレックスのトークンを大量購入したことを認めてます。これは以前ですね、FTX が所有してたメタプレックスのトークンが送金されているのが一部で話題になってまして、誰かが買ってるんじゃないかと噂されてたんですけども、今回パンテラキャピタルとパラファイキャピタルが購入したことを明かしてます。でトランザクションを見ると1億枚近くになってるんで、金額としては2000万ドル相当ですかね。メタプレックスのトークンは現在 0.25 ドル、BTC 建てはプラス 1.3%、時価総額は210位ですね。このファンドの成果、一時的に急騰した後があります。長期的に見てもまだ価格を保ってますけども、ここからさらに上へ迎えるのか注目ですね。あとは詐欺疑惑で訴えられてた JS パートナーズとテキサス州などの米国の5つの州が和解となってます。投資者は投資額の 100% が返金されるようです。で、この JS パートナーズは以前ですね、そのドバイの高層ビルをトークン化することで、出資者に収益の一部を還元すると謳ってですね、ボクシングのメイウェザーとか、著名人を介して権利を販売してたんですけども、その後各州から詐欺疑惑で訴えられて、即時販売停止を申し立てられてました。それが今回 100% 返金を条件に和解となっています。私も NFT 全盛の時にですね、なんとかの土地と同等の価値とかいう NFT 買ってゴミになった記憶しかないですけど、100% 返金とはなってますけどね。これもちゃんと戻ってくるんでしょうかね。あと他ではテザーがラテンアメリカの農業企業アデコアグロの株式 9.8% を1億ドルで取得したこと、2023年の仮想通貨詐欺被害が過去最高の56億ドル相当となったというですね、FBI の調査結果などが話題になってますね。このテザーの動きは農業関連の RWA 化を推進するんじゃないかと見られてますね。各地で RWA 化進んでますけども、またテザーがシェアを獲得するのか注目ですね。あとここからはアルト関連になります。トンの1日のトランザクション数が過去最高更新したのが話題になってますね。ドゥロフの逮捕ファンダもありましたけども、その後数日で釈放ファンダが出まして、そこから AT 値を更新して、現在ではデイリートランザクション数1100万件以上となっています。トン関連のトークンですね。ノッテやドックスも回復傾向となってますね。トンの価格は現在 5.2 ドル、BTC 建てはプラス 2.1%、時価総額は11位ですね。時価総額ランキングはまだ戻ってませんけども、価格自体は逮捕直後あたりの水準まで戻ってますね。逮捕直後はですね、このまま衰退するんじゃないかと思われてましたけども、想定以上の早い回復となってます。トン勢がまたここから盛り返すのか注目ですね。あとはフレンドテックがスマートコントラクトの管理権を破棄したのが話題になってます。プラットフォームの公式権を破棄したことから運営の事実上の撤退と見られてますね。フレンドテック立ち上げ当初はですね、ベースチェーンの代表的なサービスと言われるほどめちゃくちゃ流行ってですね、私も利用してましたけども、その後アバランチチェーンとかに模倣品が出たりしてですね、しばらくブームが続いてましたけども、サービス開始から約1年で撤退となっています。やっぱり少し前にあったフレンドテックの独自チェーン立ち上げます、やっぱりやめますみたいなムーブがあったところからですね、厳しかったんですかね。フレンドのトークンは現在 0.1 ドルあたり、時価総額は1370位ですね。このファンドから反発してますけども、このまま存続できるのか注目ですね。あとその他リリース、資金調達関連では、AI プラットフォームの PinAI が1000万ドル調達、ソラナのクリエイタープラットフォームドリップが800万ドル調達、リスクプライシングプロトコルと言われているコークプロトコルが215万ドル調達、ビットコインのスケーリングソリューション、フラクタルビットコインがメインネット立ち上げを発表しています。これは今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。